日は奈良県の吉野町から奈良市、奈良公園とかがねある奈良市ですね。そちらに向かっております。奈良はね、中学校の時に修学旅行で行きましたね。行ったことはあるんだけど、それ以降行ったことがないからほとんど知らん。でまあ楽しみですね。天気がねちょっと心配ではありますけど、奈良楽しんでいきたいと思います。めちゃくちゃ鹿いるじゃん。すげえ。このゲストハウス、今日宿泊客が僕一人で、スタッフさんも6時過ぎくらいに帰っちゃったんで、今もう貸し切りになっちゃいました。コーヒーとティーは無料でフリードリンクですね。たくさん鹿がいる。本当に鹿ばっかだな。結構可愛いな、鹿って。この角ってすごい作り物みたいに綺麗だな。危機感が全くない。超のんびりしている。あ、こんにちは。いや、本当に至るとこにいるな。ここ多分修学旅行で通ったと思うんですけど、普通の日はこんなに人が少ないんですね。街自体がのんびりゆったりしている雰囲気なんで、奈良ではのんびりゆったり散歩するのもいいですね。奈良での3日間を過ごしまして、今日から京都に向かっていきたいと思います。京都まではやっぱすごい近いんで、40キロぐらいしかないんで1時間ぐらいで着きます。雨の心配も実はあったんですけど、なんだかんだ言って晴れてくれてよかったです。気づいたら京都に入っていた。すげえ銭湯じゃん、本当に。今回の部屋はこのジャパニーズルーム。よし。じゃあ京都九条ありがとうございましたということで、次の拠点に向かいたいと思います。京都九条すごいいいとこでしたね。お部屋も綺麗で、キッチンとかね、ああいうのも本当使いやすくて綺麗でシンプルで、しかも京都駅までも歩いて行けるし、立地も結構いいですね。いやー、てか今日マジで超暑い。汗が止まらないよ。31度とかだからね。建物がめちゃくちゃおしゃれですね。で、お部屋はここを抜けて、
ちらになります。五条楽園を後にして今日は西陣に向かいます。距離はねだいたい6キロちょっとで20分ぐらいですね。まあ余裕ですね。五条楽園はねすごい立地が良くて、鴨川も近いし河原町の方もすごい近くて便利でした。すごいなんだろうな、あれはスタイリッシュというかね、やっぱ都会的な感じがしましたね。おしゃれでした。こうやって旅を続けていくと久々な感じがしましたね。ああいうおしゃれな場所は田舎とはやっぱ違った良さがありますね。今日は銭湯に行っちゃいますよ。上に参ります。4番。登山して夕日と夜景を楽しみたいと思ってます。でもこれ日が落ちたら真っ暗だな。ここ下山できるかな。